はいどうも皆さんこんにちは。今回は詠唱の乱についてお話ししていきます。そもそも詠唱の乱なんていう単語を聞いたことすらないという人の方が多いと思いますが、詠唱というのは元号です。詠唱という元号の頃に起きた戦乱だから詠唱の乱ということですね。じゃあその詠唱ってのはいつの元号なのかというと、戦国時代の初期にあたります。この詠唱の乱の混乱の中で北条早雲、つまり伊勢宗瑞は相模を制圧して関東進出の足がかりを作り上げ、その子孫たちが関東地方に勢力を拡大していくことになります。戦国時代に関東を席巻した北条氏はこのようにして出来上がるのです。さて、そんな詠唱の乱ですが、この戦乱は結構複雑です。できるだけ分かりやすくお話しするつもりですが、まずイメージとして持ってもらいたいのが、広い範囲で起きた3つの戦いが合わさったのが詠唱の乱だというイメージです。1つ目は古学坊の内紛、2つ目は越後の内乱、3つ目は山内上杉氏の内紛です。この戦いで分裂した勢力がそれぞれ協力体制を結んで、関東は2つに分かれて戦うことになります。伊勢宗瑞はこの隙に相模を平定するのです。それではなんとなくのイメージがつかめたかと思いますので、早速3つの戦いを順番に見ていきましょう。まず最初は古学坊の内紛からです。そもそもの時代背景のお話なんですが、室町幕府は日本全国を統治しているわけではありませんでした。というのも、今回お話しする関東の周辺は将軍の親戚に統治を任せていたからです。この関東を任された足利氏のことを鎌倉公方と言います。つまり日本の西側は将軍である足利氏が統治して、日本の東側は親戚の足利氏が鎌倉公方として統治しているという状態でした。その後いろいろあって鎌倉公方は鎌倉から追い出されてしまい、追い出された鎌倉公方は古賀という場所を本拠地として活動していきます。これが古賀公方です。これ以降古賀公方の力はだんだん弱まっていきますが、元はといえば関東を統治していた人物なので、一定の権力は保ち続けていました。そんな古賀公方の中で争いが起こります。争ったのは古賀公方足利正氏とその息子の足利高元です。といってもこの戦いは山内上杉氏がなだめたことにより割と早い段階で和睦しています。それなら争いにならないじゃないかと思いますが、これ以降もこの2人は何度も喧嘩していくことになるのです。さて、古賀公方の分裂は分かったかと思いますが、これとほぼ同時期に越後の国でも内乱が起こっていました。当時越後の国の守護を務めていたのは上杉房貞。しかしこれは名目上のことであり、実際に越後で強い力を持っていたのは守護代の長尾義景でした。守護よりも守護代の方が力を持っているというよくあるパターンですね。さて、越後の国はそんな状況だったのですが、ある時上杉房貞が死んでしまいます。となると後継者を決める必要が出てくるのですが、死んでしまった上杉房貞には3人の子供がいて、上から順に貞政、秋貞、房義でした。しかしこの頃すでに長男の貞政は死んでしまっていたので、後継者になるなんてことは当然ありません。そして次男の秋貞は養子として山内上杉氏に送られて、山内上杉氏の当主になっていました。ということで後継者は三男の房義に決まります。こうして越後の国は上杉房義が守護、長尾義景が守護代という体制になるんです。ここまでは順調で全然内乱が起きる気配なんてないんじゃないかと思いますが、ここから少しずつ歯車が狂い始めます。きっかけは長尾義景の死でした。ある時能登畠山氏から助けを求められた長尾義景は越中へと出陣。その戦いで死亡してしまうんです。こうして長尾氏の家督を継承したのが長尾義景の息子である長尾為景、上杉謙信のお父さんにあたる人物です。この長尾為景がなかなかのくせ者で、今の当主の上杉房義は扱いにくい、扱いやすい上杉貞実に当主を交代させようと考えて謀反を起こします。上杉房義を殺してしまうんです。こうして長尾為景によって上杉貞実が擁立され、越後上杉氏は長尾為景に乗っ取られるような形となりました。さて、これに黙っていなかったのが上杉秋貞です。今は山内上杉氏の当主をしていますが、先ほど言った通り元はというと彼の実家は越後上杉氏だったし、殺された房義は秋貞の弟でした。こうして山内上杉氏は越後上杉氏を乗っ取った長尾為景への報復を決めますが、またも古賀公方の内紛が起きています。上杉秋貞はめっちゃ大変です。2つの戦いに対して同時に対処していかないといけなかったのです。
こうして山内上杉氏は越後の内乱と古学坊の内紛どちらにも対応していきます。まず上杉昭貞は古学坊の和睦を再び仲介し、2度目の和睦を成立させました。古学坊の足利正氏としては2度も上杉昭貞に助けてもらったので感謝しかありません。お礼に息子を山内上杉氏に養子に出しています。こうして養子となった正氏の息子は上杉昭実と名乗り、後に大きな混乱を生んでいくことになります。何はともあれ上杉昭貞は古学坊の争いを収めることに成功したので、もう一つの戦いである越後に狙いを定めます。といっても上野の国を留守にするのは不安なので、江戸城にいた扇ヶ谷上杉友義に上野の国での留守を任せて、上杉昭貞は越後へと進軍するのでした。さて視点は越後からの視点に変わります。越後からすると上杉昭貞から攻撃される形となりますので、この状況に長尾為景は焦ります。なんとかこの状況を切り抜けなければと考えた結果、思いついたのが伊勢宗瑞に援軍を要請すればいいということでした。ちょっと難しいので詳しくお話しすると、地理的に見ると長尾為景、上杉昭貞、伊勢宗瑞の配置はこのような関係でした。このような状況で伊勢宗瑞が上杉に戦いを仕掛ければ、上杉は背後から攻撃されることになります。そうなると上杉氏の勢力を分散させることができるだろうと考えたのです。大規模な挟み撃ち作戦ですね。こうして長尾為景は伊勢宗瑞に救援を要請。宗瑞は為景に協力することを決定し、防御が薄くなった江戸城を攻撃するんです。こうなると両上杉氏としては南北から挟み撃ちされる形となったので慌てます。さらに大変だったのは古学坊がまたまた分裂したことです。もはや関東地方がぐちゃぐちゃになってきたのがわかるかと思いますが、まだまだ序の口です。さらにぐちゃぐちゃになっていきます。とりあえず現段階の状況を整理してみましょう。この段階での両上杉氏は3方向の問題に対応する必要があります。北の長尾為景と南の伊勢宗瑞、そして東の古学坊の内紛です。まず最初に両上杉氏は古学坊の内紛を抑えようとします。しかしこの仲介が失敗してしまい、ついに古学坊の分裂は決定的となりました。さらにそれを見た正氏の次男足利義昭も独立を宣言します。つまり古学坊は3つに分裂したんです。さて残りは長尾為景と伊勢宗瑞への対応ですが、扇ヶ谷上杉氏のもとにいいニュースと悪いニュースが飛び込んできました。いいニュースは山内上杉氏の援軍を連れてきたということです。こうして援軍を獲得した扇ヶ谷上杉氏は宗瑞を撃退することに成功します。しかし問題の悪いニュースは上杉昭貞が討ち死にしたということでした。関東管領であり山内上杉氏の当主である上杉昭貞が討ち死にした。この出来事は関東に大きな影響を与えていきます。今までは山内上杉氏によって3方向のバランスがギリギリ保たれていた状態だったのですが、その山内上杉氏の当主がいなくなってしまったことによりバランスが崩壊してしまうんです。それどころか山内上杉氏で後継者争いが勃発したんで、もう大変です。もはや戦いを止めることができる人物がいなくなってしまいました。先ほどお話しした通り、この上杉昭実はもともと足利正氏の息子で山内上杉氏に養子として出されたという経緯がありますので、この2人は協力関係を結びます。こうなると対立している上杉範房も黙ってはいられません。対抗して足利尊元と協力関係を結ぶんです。こうして山内上杉氏の内紛と古学坊の内紛が合体し、関東全体を巻き込んだ戦いとなっていくのでした。まず動いたのは上杉範房でした。上杉昭実を攻撃した上杉範房は八形城を3日で攻略。こうして戦いに勝利した範房が関東管領を継承しました。一方八形城を追われた昭実は実の父である足利正氏を頼り古賀城へと退却しますが、昭実の没落により足利正氏も共倒れ、古賀城から没落して祇園城へと移動します。こうして高本が古賀城に入り古学坊になるんです。その後敗北した足利正氏と上杉昭実は祇園城からも追い出されてしまい岩槻城へと移動。その後も抵抗を続けていきますが、状況をひっくり返すことはできず、そのまま歴史の表舞台から姿を消していくのでした。さていかがだったでしょうか。栄翔の乱では足利尊元と上杉範房が勝利して
古学坊と関東関連を継承しましたが、忘れてはいけないのが古学坊は3つに分裂していたということです。もう一つの勢力である足利義昭はお弓城を拠点としたことから、これ以降お弓久保と呼ばれるようになっていき、古学坊の足利尊元と対立するようになっていきます。一方、永正の乱で上杉氏や古学坊が争っている隙に、伊勢宗瑞は相模へと侵攻、相模の国の両国化を達成しています。そして相模を平定した3年後、伊勢宗瑞は韮山城で息を引き取ります。その息子の伊勢氏綱、彼が後に北条氏綱と名乗ったことから、伊勢宗瑞は北条早雲と呼ばれているんです。